の動画はタミヤレギュ遵守でルール無用のアウトサイダーに立ち向かう物語なのであります。こんにちは、よすけです。前回の動画を投稿したのはいつのことだったであろうか。確か軽量化で記録更新を狙っていたはず。で、月日は流れ今は11月。決してミニ四駆をサボっていたわけではありません。むしろ日本中の誰よりも、どっぷりと沼に浸かっていたのであります。ではなぜ動画が更新できなかったのか。更新できなくなってしまったからなのであります。当初、軽量化によってバランスの崩れたミニ四駆を、ローラーセッティングによって調整することなど、赤子の手をひねるよりも簡単、猫に小判、隣の客はよく客空書きだと思っていたのですが、この速度域、そう簡単な仕事ではなかったようです。ということで、まずは今回の作戦で犠牲となった、勇敢な戦士たちの弔いを後半でローラーセッティングについてのうんちくを、語るつもりなのである。負けられないわ。ということで、英雄たちのご紹介。エントリーナンバー1はフロントユニット紫とじくん、回戦間もなくお亡くなりになりました。いいやつほど先に死ぬという、フロントバンパーの付け根のところがもげました。やはりフロアの肉抜きは鬼門だったのか。鬼門といえば牛虎の方角、白面のものはまだ見つからぬのか。エントリーナンバー2は肉抜きカーボンバンパーくん。見た目からして頼りなさげなもやしっこ。リアの上段ローラーで使っていたところがぽっきりです。ローラーが吹っ飛ぶ様はスローモーションのように、豊かな放物線を描いて飛んでいきました。勢い余って幅 1.3 ムまで追い込んだのが原因か。次からは 1.5 ムプラスアルファに調整する所存です。エントリーナンバー3は、リアユニット紫とじくん。先ほどのフロントユニットと同じように、バンパー取り付け軸のところでもげました。ウプ主の粋な計らいにより接着による前線復帰を目指しましたがなんか気持ち悪いので解雇されました。エントリーナンバー4はカーボンバンパーカリくん。はい、もやしっこ。だから最近のもやしは、石川正幸先生の女子キャラがタイプです。この折れた部分も生きった挙句の 1.3 ム。人生で取り返しのつかない部分なんて大嫌いだ。エントリーナンバー5はフロントユニット通称緑虫です。先ほどの紫たちとは打って変わって、バンパーじゃない方の取り付け軸でもげました。というかなぜ新作のフロントユニットも床を抜いたのか。ウプ主は皆さんが考えているよりも BAKA の可能性がビレゾン。エントリーナンバー7はカーボンバンパーステルス閉じ。僕はこの存在に気づかなかったばっかりに、9月の第4週を無意味なものとしてしまいました。こいつ、折れてやがる。です。なんか LC の挙動が怪しいなって思っていたんですよ。気づいた時にはもう、皆さんも世に潜む折れかけのバンパーには、気をつけてね、長生きしてね。そしてトリを務めるのは強化ギアカバーの残骸です。説明に疲れたので以下略。まずはこちらのエクセルをご覧ください。壊れるものがなくなってタイムが安定しだした。週13日以降の結果です。つまり、そういうことです。データがありすぎて編集が大変。なので今回は擬音多めのざっくりした解説になりません。まずは JCJC の記念、レーンチェンジのおさらいから。速度域がなければなんてことはハイエスしたスランプですが、タイムが3秒を切ってくると難易度が上がり、ミニ四駆を解体する魔物溶かすのです。でこれを図解するとこんな感じ。上から見るとこんな感じの S 字コーナーになっていて、横から見るとこんな感じのお山になっています。 S 字コーナーの中間がちょうどお山の頂点です。で、ミニ四駆がここから走ってきます。白抜きの丸4つはローラーのつもりです。黒い丸はタイヤのつもりです。ヨスケの絵心は旅に出ているので気にしないでください。で、ここをバビーンって走ってきて、
ドカーンと飛んでいくのです。 S 字コーナーだから壁を乗り越えたらしあるのみ、まさによもつ平坂なのであります。どうすればコースアウトしないのかというと、この赤の部分の壁を使ってダウンフォースを得るのです。バビーンって走ってきたミカケルはここで壁に当たります。するとスラストをつけた G ローラーが接触するのでダウンフォースが発生、車体が下に押し付けられます。出口側も同様にここで壁に接触。ダウンフォースによってコース内にとどまることができるのです。で、つまり何が言いたいのかというと、レーンチェンジにはの時間が存在するのです。ローラーが壁に接触していない時間、 FPS240 のスローモーション撮影で10コマ、およそ1、24秒の時間、それがレーンチェンジの魔物たるゆえんなのであります。ということで、現時点の最速ラップを確認してみましょう。安定して10周走らせる仕様だと3秒フラット近辺、最速は 2.96 秒あたりが限界となっています。で、マイマシンの詳細がこちら。マッハダッシュモーターで日水の約 1.45V。ギア比は 3.5、タイヤ直径は 28.6 ムで、タイヤ直径割るギア比は 8.2。オーソドックスな Z ローラーシステムに、フロントはガバフレキを組み合わせています。今回のローラーセッティングのコンセプトは、レスポンス&バランス。まずはこちらの映像をご覧ください。違いがお分かりいただけたでしょうか。さらにスローでもう一度。はいここ。LC 突入時の姿勢が異なります。左はフロントが浮いてますね。左はかなり浮き上がってから、コーナーの奥でダウンフォースが発生しています。それに対してチュンは、タイヤが離陸した直後ぐらいにダウンフォースが発生。そして右は、大変わかりにくいのですが、タイヤが離陸する前に、一瞬ダウンフォースが発生しています。上下方向に注意してみると、タイヤの離陸直前に、車体が一瞬、沈み込んでいます。で、何が言いたいのかというと、レーンチェンジの最初のコーナーの入り方が、結構重要だということです。離陸する前にダウンフォースが発生すると、不必要なブレーキによって速度が落ちます。かつ、フロントで踏ん詰まり、のような形になるので、例の間の時間の姿勢が、フロント下がりの傾向になります。逆にコーナーの奥からダウンフォースが発生した場合は、フロントローラーが接触している時間が短くなるので、フロント上がりの傾向になります。で、この状態で間の時間を通過すると、出口側のコーナーで姿勢に大きな差が出て、それぞれフロントから CO、リアから CO となるのです。で、この入り口側のコーナーで、ダウンフォースがかかり、始めるタイミングをどのように調整するのかというと、フロント Z ローラーの上下段の距離が良さそうです。距離が狭いとタイミングが遅くなり、距離が広いとタイミングが速くなります。今回のヨスケの結果では17ムぐらいが良きでした。もちろん、レーンチェンジの姿勢については、スラスト角などの他の要因も影響します。が、効率よくスラスト角を使うための方法として、タイヤの離陸直後、つまりダウンフォースのレスポンスを意識してみるのも良いのではないでしょうか。
で、ここからはバランスの方の解説を、と、言いたいところだったのですが、どうやらヨスケ氏の MP は例になってしまったようです。ということなので続きは次回、フォローとかチャンネル登録とかしてくれると、海王研3倍で動画を出せる気がするので、よろしかったら、よろしくお願いします。